皆さんこんばんは、さちです。今回は使うカラーが少し多めですが、モネの睡蓮をイメージしたデザインをやっていきます。工程は多いですが、難しい作業はないので挑戦しやすいですよ。ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。気になっていたドゥカートの実目補強コートを買ってみました。ハードナーですが、ベースやトップコートとしても使えるそうです。今回はこちらをベースに使います。刷毛は特別塗りやすいわけでもないけど、悪くもなく普通。液はさらっとしています。粘度高めだと塗りにくいと感じる方におすすめです。2分くらいである程度乾きました。塗った直後よりはツヤ感はなくなるけど、それでも綺麗。強度や持ちについてはまた後でレビューしますね。ディア A ネイルカラーの SE12 番を使います。SE12 番をすべての指に塗っていきます。ほんのり透け感のある水色。皆さんディア A のポリッシュは使ったことありますか？ディア A は韓国のネイルポリッシュなんですが、楽天や9点で購入できます。丸いキャップは少し塗りにくさを感じますが、液はさらっとしていて塗りやすいです。この水色が睡蓮ネイルのベースにぴったりなんですが、お持ちでない方はチフレの944番を使ってもいいですよ。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。PA ネイルの E011 番とベースコートを使います。ペーパーパレットもしくはアルミホイルも用意してください。E011 番とベースコートを同じくらいパレットに出して、ベースコートの刷毛で混ぜます。混ぜて薄めたブルーを親指の根元に重ねます。濃淡をつけながらわざとムラになるように塗ってください。パレットで薄めたカラーが乾いてきてしまった場合は、もう一度混ぜ直して塗ってくださいね。ちなみにカラーを薄めるのはトップコートでも大丈夫です。こんな感じです。刷毛はキッチンペーパーに拭き取ります。中指は爪先側に塗ります。だいたい爪先半分くらいに斜めに塗ってます。薬指は根元側に塗ります。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。今使った E011 番とベースコートに加えてチフレ846番も使います。E011 番と846番を同じくらいパレットに出して、ベースコートも同じくらい出したらベースコートの刷毛で混ぜます。混ぜたものを親指の爪先に重ねます。2色混ぜると深緑みたいな色味。先ほどと同じようにムラになるように塗ってください。人差し指と小指には2度塗り目を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ダイソージェネネイルのホワイトを使います。ボトルの口で液を落としてキッチンペーパーに軽く拭き取ったら、カラーを薄めて塗った箇所にわざとかすれるように重ねます。刷毛圧はかけずに刷毛の先端でさっと塗ってください。バランスを見ながら適当に塗っていきます。細く塗りたい箇所は刷毛を縦にして刷毛の側面部分で塗るといいですよ。爪先側も同じように塗っていきます。塗る位置とかはほんと適当です。モネの睡蓮を見ながら塗ってるけど、全く同じ配置にはしてません。中指と薬指も同じように塗っていきます。絵画風のデザインはやったことがあるけど、絵画をそのままネイルにしたのは今回が初めて。睡蓮のリクエストをたくさんいただいたので挑戦してみました。工程は多いけど、細かいアートとかするわけじゃないから挑戦しやすいんじゃないかなと思います。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。チフレ846番とベースコートを使います。846番とベースコートを同じくらい出して混ぜます。
薄めたグリーンをホワイト部分に重ねていきます。ホワイトの部分も残しつつバランスを見ながら重ねてください。爪先側も同じように重ねていきます。はけ先にちょっとだけ液を取って少しずつ塗ってくださいね。中指と薬指も部分的に重ねていきます。使用カラーをできるだけ少なくしたくて今回調色が多めですが、調色しなくても似たようなカラーをお持ちの方はそちらを使っていただいて大丈夫です。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。ジェネネイルのホワイトをもう一度使います。ホワイトをパレットに少量出して細筆に取ったら、親指の根元に睡蓮の花っぽく縦長の点を描きます。丁寧に描かなくてもざっくりで大丈夫です。バランスを見ながら 2,3 個描いていきます。細筆をお持ちでない方は爪楊枝の先端を使ってもいいですよ。お花が描けたら2分くらい乾かします。細筆は薄め液をキッチンペーパーに含ませて拭き取ればまた使えます。PA ネイルの E004 番を使います。E004 番をパレットに少しだけ出して細筆に取ったら、先ほど描いたお花の下半分に重ねます。ここでも細筆の代わりに爪楊枝を使っても大丈夫です。お花を描いていない爪先にも少しだけ重ねます。中指と薬指も同じように部分的に塗ります。濃く塗りすぎると主張が強くなっちゃうので、ほんのり色づく程度に重ねるとモネっぽい仕上がりになります。全体のバランスを見て足りないカラーがあれば、細筆に取って塗り足して調整してください。乾燥時間は取らずに次に進みます。チフレの細筆006番を使います。細筆ゴールドで親指の周りを囲んでいきます。刷毛に少したっぷりめに液を取ってラメを置いていくようなイメージで塗ると描きやすいです。額縁のようなイメージなので太さはお好みで塗ってみてください。中指は爪先だけに重ねます。薬指は根元側に重ねます。乾かしている間に次の作業に進みます。金箔を使います。こちらはネイルタウン購入品です。金箔はお好みの大きさにちぎっておきます。人差し指の中央にベースコートを塗って先ほどちぎっておいた金箔をつけます。かなり薄いのでピタッと密着してくれます。小指の根元にも金箔をつけます。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。モネの睡蓮ネイルの完成です。雑に塗っただけですがそれっぽく見えませんか？額縁のようなゴールドラメがあるだけでぐっとおしゃれに見えます。使用したものをまとめます。右手はこんな感じ。適当に塗ってもそれなりに見えるからあらもわかりにくいです。金箔をつけている指を他のカラーに変えても可愛いと思います。ぜひ真似っこしてもらえると嬉しいです。次回もお楽しみに。またねー。